皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国のムン・ジェイン大統領が謝罪に追い込まれました。彼自身は会見はしていないのですが、そのような声明が出た背景というのは、韓国国内において、新型コロナウイルスの感染者数が増大し、それに対応する医療体制というものが全く整っていなかったことが原因になっています。そのため、入院が必要なほど病状が悪化しているにもかかわらず、病院の方にはもうそもそも受け入れることができませんよとお断りするような状況になっています。ですから、治療を受けることができれば、それほど多くの人が亡くならないで済むような時代に少しずつなっているにもかかわらず、韓国国内においては死者数が非常に高止まりしている状態となっています。日本においては新型コロナの感染状況としては今は沈静化しています。ですが、韓国のこのようなウィズコロナ政策の失敗というものを見た上で、じゃあ日本ではどのようにして対策を進めていけばいいか、そのような他の人の悪いところ、失敗というところから日本がこれから成功するためのヒントを得ることも非常に大事なのではないかと思います。それでは韓国が今どのような状況なのか見ていきましょう。ムン・ジェイン大統領、防疫措置を再強化することになり、国民に申し訳ない。ムン・ジェイン大統領は16日、防疫措置を再び強化することになり、国民の皆様に申し訳ないと述べた。この日、韓国大統領府の報道官の記者会見によると、ムン・ジェイン大統領は、段階的日常回復の過程で、重症患者の増加を抑制できず、病床確保などの準備が十分でなかった。防疫措置強化期間に確実に再整備し、状況を最大限安定化させ、日常回復の希望を持続させる。コロナの状況が予想しがたく、貿易と日常の均衡を取るのは容易ではないが、政府は機敏に対応し、国民と共に忍耐心を持って克服していく。特に日常回復で期待が大きかった中小企業や自営業者の喪失感が大きいため、損失補填とともに貿易協力について最大限手厚く支援できる法案を早急に確定し、迅速に執行すると説明した。青瓦台関係筋は謝罪の背景について、重症患者の増加が予想を超え、病床確保を可能な範囲内で行ったが十分ではなく、そんな中で貿易措置を再強化することになり、国民に様々な不便をもたらすようになり、中小企業や自営業者の懸念が深まるようになったことに対する思いと伝えた。ムン・ジェイン大統領の謝罪というには少し言葉が弱い声明が出されたわけですが、足元では激烈な状況が起きていることが記事となっています。コロナ死亡者続出にもなぜまごまごしているのか。新型コロナウイルス感染症の状況が急激に悪化している。昨日新規感染者が7850人で過去最多を記録したことをはじめ、重篤患者も964人で医療力量の限界に至った。今医療現場は戦場を彷彿とさせる。重症患者が発生しても病床の割り当てを受けることができず、待機中に死亡する。病床に空きが出ても救急車が出払っていて待機中に亡くなる。救急車に乗った患者は受け入れ先の病院がなく、救急車で酸素ボンベを交換しながらなんとかその場をしのいで再び家へ帰る。あちこちでコロナ患者が待機中に命を失っている。韓国政府が先月1日に段階的に日常回復、ウィズコロナに入って何の備えもしなかったことによって、また距離確保強化に戻ることになった。崩壊したのは医療システムだけではない。貿易パスも呆れる。ワクチンパスに使うアプリがエラーを起こしてもシステム障害に備えた対策さえ見えない。そうしておきながら貿易パスに反する施設運営者に罰金などを支払わせると圧迫した。飲食店のオーナーはアプリエラーに抗議する客と罰金の脅しをかける当局の間で慌てふためくばかりだ。コロナに対する政府対応は同じパターンを繰り返している。新しい政策を実施すると重大な障害が発生する。プラン B もないということが明らかになる。市民の非難が殺到して首相が謝る。続いて大統領が厳重警告する。このような過程を何度か繰り返せば改善されるはずだが、今回の貿易パス自体まで一歩も進展がない。現政権公務員の心構えが克明に現れている。誰一人責任を負おうという人もいない。ウィズコロナが粗末な準備で完全に失敗しているというのに、まごまごしながらずるずると時間稼ぎをする態度もまた見苦しい。ムン・ジェイン大統領の帰国を待つばかりの姿だ。1日の死亡者が94人まで増え、火葬場にコロナ死亡者を乗せた霊柩車が列をなし、
最後に顔さえ見ることができないまま、家族を見送る悲劇が相次ぐ状況で、何のために時間を遅らせるのか。1日の感染者1万人を予想すると話していたムン・ジェイン大統領の体現相互が面目を失うように、5000人に達した瞬間から、医療システム崩壊の兆候が歴然としていた。来月末には1万5000から2万人まで増えるだろうという予想に途方に暮れる。韓国におけるウィズコロナが完全に失敗し、ついに大統領が謝罪へと追い込まれました。このようなことになっている背景というものは、新規感染者の増加と同じく亡くなってしまう人の増加といったものが全く同調しているからです。現在、韓国における感染爆発を起こしているのはデルタ株だと思われますが、そこにより感染力が強いオミクロン株も入っていると言われています。ウィズコロナ政策を進めることによって新規感染者が増加したら、イコールそれによって死亡者数もどんどんと増えていくような韓国型の状況に陥るのかというと、そういったわけではありません。このあたりはウィズコロナ政策をより以前から進めていたイギリスの例を見てみましょう。イギリスにおいてもデルタ株の感染爆発と同時に、今オミクロン株の感染爆発といったものも同時並行で起こっています。オミクロン株はイギリスにおいては、今月の頭においてはせいぜい全体の 1% 程度しかありませんでしたが、現在においてはオミクロン株のその割合というものは 30% 程度まで高まっているそうです。ですから、オミクロン株とデルタ株両方が感染爆発を起こしている場合においては、よりオミクロン株の方が急激に感染爆発を起こしていると言えます。では、そのようにして感染爆発が強烈になった状態においても、死者数もどんどん増えていくのかというと、そういったわけでもありません。イギリスにおいては1日あたりの感染者数が一番多かった時期というものが少し前にあるのですが、その頃と今は同じぐらいのレベルで感染者数が発生しています。ところが、亡くなった人の数そのものを見てみると、現在の方がはるかに低い水準に収まっています。これはワクチンの普及とともに、感染者に対応するための医療体制の整備などが進んだ結果だと考えられています。ですから、感染爆発するイコール韓国型のような死者が無尽蔵に増えるような状況というものは、政府がどれだけ事前の準備を整えていたかにもよってかなり状況が異なってくるというわけです。ムン・ジェイン大統領がウィズコロナ政策を転換して元の規制を少しずつ復活させていきますよという話へと、ついに舵を切らざるを得ないこととなりました。そのため謝罪といった言葉なども出るようになりました。韓国におけるK防疫といったものが感染爆発をコントロールできなかった、失敗したということです。ただ、ムン・ジェイン大統領はすでにもう任期もわずかとなり、国民から批判を受けてもさほど痛くないような状態ですから、彼自身はさほど気にしていないかもしれません。しかし、お隣日本としては失敗した国を見ればその失敗した原因を分析し、そして日本にも適応して良い状態に持ってくるというのは非常に重要なことです。成功している国というのは残念ながら日本との状況が違いすぎてうまく日本へと応用できないことが多々あるわけですが、失敗の原因といったものは実は日本にも活かせるものがたくさんあるものです。特に韓国における今回のK防疫の失敗というものの原因は、まず第一に医療体制の拡充が全然追いついていなかったということが挙げられます。というのも、韓国における新規感染者数というのは5000人ですよ、7000人ですよといった具合にして1万人に達しているわけではありません。一方で私が比較として用いたイギリスなどにおいてはもう5万人ですよ、6万人ですよなどという日が日常的な光景として今発生しています。そのために亡くなる人数といったものも当然多いわけですが、じゃあかつてのような亡くなる人が1000人を超えますよなどという日は今のところありません。そういった意味では致死率については大幅に減少した状態へと落ち着いてきているわけです。そうなっている要因というのは基本的には新型コロナにかかった人が治療を受けることさえできればある程度その致死率を抑え込むことができる、いわば治療体制や治療法、治療薬の手配といったものが進んでいることが背景にあります。韓国における一番の問題というのはそうした意味で、そもそも治療を受ける前においてどんどんと人が亡くなってしまう、つまり納得できない死を迎えている人が非常に多くいることです。ですから日本においてこの韓国の失敗から何を学ぶべきかというのは、今の日本は新型コロナの感染状況としては沈静化しているわけですが、このような余裕のある時期にどれだけ施設の整備であったり人の手配を進めていくかによります。
もちろんこれらの手配といったものが空振りに終わり、日本ではオミクロン株も含めて次の感染の大きな波が来ないようなことになれば、それは幸いというものです。備えをすることによってその備えが無駄になるというのは決して悪いことではありません。そして、ウィズコロナ政策そのものについて言えば、韓国において失敗したわけですが、このようなウィズコロナ政策というのは残念ながらいつかは取らなければならない政策です。というのも、地球全体で考えた場合において、どこかの地域で感染爆発が起こって、それによってどこかの地域でまた新型コロナの感染者数が増加するといったことは、日常的にこれからも何度となく繰り返されることだからです。ですから、そのようなことがあったときに、じゃあ日本をいつまでも鎖国状態にしておけるかというと、そういったわけにもできません。結局のところ、経済的な死を迎えたのであれば、それは多くの人たちが貧困にあぎ、失業に苦しむようなことになれば、新型コロナ以上に未来に負債を残すこととなってしまいます。ですから、どこかの段階においてウィズコロナ政策を進めるということを前提にして、備えをしっかりと整えていくということは、もはや現実として受け入れなければならない段階へと入ってきています。ただし、この点について言えば、日本はワクチン接種を受けるということが非常に多くの人たちに受け入れられた国ですし、また今後のことを考えればワクチンだけではなく治療薬の開発なども進んでいますから、今後の状況としては何も対抗手段がないような状況ではなく、対抗手段はしっかりと政府が力を注いで準備することができる。だからこそ努力を怠らずに備えをするということは私は十分できる段階へと入ってきていると思います。韓国の失敗に学び、日本における次の感染爆発がたとえ起こったとしても大きな災いにならないように減災をする、そのような政策というものを進める必要があるでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。